前回のあらすじ、憎きウランジアへの復讐と民のための国家を作るため動き始めたクラン、ユズキの女たち、個人の力と名声を高めるために各地のトーナメントを回ったり、軍としての力をつけるために族を打ち回ったりしました。途中、一般の兵や特殊技能を持ったコンパニオンを仲間にしつつ着実に力を蓄え続けた彼女たちは、もはや族を倒すだけでは物足らなくなりました。そこで最大の敵であるウランジアの下でさらなる力をつけることを決断した彼女たちでしたが、果たしてどうなることやら。ガシン昇誕ガシン昇誕ガシン昇誕。ゆかちゃんには連続で冒頭からなんて顔をしてるの？一旦はウランジアの仲間になって内側から攻めると決めたんですけどね。いざこうしてクソ貴族たちと行動を共にするとなると腹渡が煮えくり返りそうでなりません。塩タンとか煮えた腹渡とかなんやうまそうな話しとるやん。うちにも食わしてくれや。バカおねえ喋るたびに恥をまき散らすのやめてくれない？あかねさん、ガシン昇誕というのはですね、目的を達成するために苦労して努力することを言うんですよ。中国の春秋戦国時代に房という人が語り、ああはいはい、もうその話はお腹いっぱいやからまた今度な。ガーン。ところで、今は何をしているの？今は城攻めに向かっています。ウランジアのバルムントという諸侯が軍隊を引き連れて城攻めに行くっぽかったので、ちょっとついていくことにしました。城ってそんなお散歩のついでに落とすようなものでしたっけ？城攻めではまず城を包囲するところから始まります。この時に技術が高いコンパニオンさんがいれば様々な工場兵器をすぐに作り上げることができるのです。そうなんだ。じゃあうちの技術班トップのところに壊れた私物を持っていけば直してくれたりするのかな？ズンちゃん何を壊したんです？ギャルのおもちゃですけど。わ気を取り直して城壁を登るための階段や門を壊す兵器を作ったらもう城攻めを開始しちゃっていいんですよね。であれ、軍団長さんが城の包囲を解いちゃいましたね。あ、敵の大軍が城攻めさせまいとやってきたんですね。そういうこともあり、工場兵器は素早く作る必要があるのです。この状況ですけど、私たちの今の軍団なら多少敵の方が数が多い程度だと勝てる気がするんですよね。勝てる勝てる。一人につき二人倒せば全然勝てる戦だよ。それをそんな簡単に言えちゃうのがさすがはマキさんといったところですか。でも軍団長さんはダメだと見て逃げようとしてるよ。あんな腰抜けはほっといてうちらだけでも敵に突撃するで。さすがに私たち70人じゃ1000人以上を要する敵軍には勝てませんが、私たちが戦い始めれば味方の700人も参戦してくれますしね。よーし、突撃。で、どんな戦術で行くんですか？私たちはたった70人の旧兵軍団なので、味方本体を外からサポートすることにします。味方本体の前衛が敵と交戦しているところに、横から鉄の雨を降らせてやりましょう。そして敵が消耗して陣形が崩れたりし始めたら、旧兵に有利な高台の地形を陣取って最後の追い込みをかけてやります。まあいいんじゃないですかね。それにいくつか穴があることに目をつぶれば、ですけど。ゆかちゃんの穴は私が塞いであげるからね。ありがとうございます。ほんで穴ってどこにあるんや？第一に、相手の騎兵を全く考慮していないことです。もし相手が騎兵もしくは旧騎兵で三兵戦術を仕掛けてきた場合、こちらの土兵さんのヘイトがそっちに行っちゃってうまくサポートできなくなるでしょうね。そして第二に、これが大事なんですけど、指揮官であるゆかりさんがやられると兵に命令を出せなくなることです。ゆかりさん、最近高羽のノーキンズに当たられて積極的すぎる一面が見られますから。私はあんな脳みそプロテインな奴らとは違うもん。絶対最後まで兵を指揮してやるんだから。よーし、全軍この辺で待機。何ですかあなたたちは？敵騎兵ですよゆかりさん。キリタンの言う通り敵の騎兵が土兵さんたちを襲っているんです。あわわわわわ、こうなったら私自身がこの敵騎兵たちをやっつけるしかありませんね。ゆかりん自身が敵に攻撃するって、それもキリタンが言ってたダメなやつなんじゃ。なんとかうちの土兵さんが消耗することはなかったみたいですね。その代わり味方本軍のサポートは全然できてへんけどな。まあいいです。所詮味方本軍は後々滅ぼすべきウランジアのクソ貴族です。今はゆかり軍が無事でさえあればいいので、土兵さんの有利な高台を陣取っちゃいましょう。この高台で待機。その後の指揮官のゆかりんは、愚かにも我を忘れて自ら敵と交戦し続けました。早く倒れてくれたらいいのに。そうしたらこの私佐藤さが代わりにヒロインになれるのにな。にしても、ゆかりん自身が戦ってても案外すぐにやられはせえへんねやな。そりゃそうですよ。このゆかりさんですよ。せやでそのゆかりんやから言うてるんや。バカにしちゃって。一体ゆかりさんがどれほど血の滲む努力をしてきたと思っているんですか？ゲームの設定上、敵のダメージは3分の1に抑えられるようになっています。決してゆかりさんが流した血の量だけ強くなったわけではありません。この私を倒したければ、地球ごと爆破するぐらいの破壊力を用意しなさいよ。用意しなさいよね。
かりんが倒れても戦は続くのじゃ。で、これは勝てそうなんか。このゲージを見る感じちょっと負けてるのかな。でももともとうちが貨兵だったのに残りの兵がほぼ同じぐらいってことは、このまま行けば大丈夫なんじゃ。ここまで来るとあとはお祈りするしかありませんよね。せっかくここまで成り上がってきたのにまた負けてゼロからなんて無理だよ。お願いかって。負けたらまたゆかちゃんとの婚姻が遠のいちゃうから頑張って勝って。やっとウランジアの貴族どもをボコボコにできる力を手に入れつつあるんや。こんなとこで負けたら承知せえへんで。お願いしますお願いしますお願いします。これは勝ち時をあげよう。あ、ゆかりんが生き返った。終わってみれば、ゆかりん部隊は70人で敵144人を撃破、つまり1人につき大体2人の敵を倒しました。ちなみに味方部隊全体では543人で1404人を倒しているので、1人につき大体 2.5 人を倒していることになります。そう、この戦、ゆかりんは確実に足を引っ張っていたのです。これは紛れもなく指揮官の力不足です。さあ今こそこの動画の主役をすげ替える時。改めて甲状戦です。およそ500人で200人ちょっとの城を攻めるんですね。さすがに勝てますよね。ええ、ゆかりさんが土地狂って味方部隊を倒して回らなければ勝てます。そんなことしないもん。いくらウランジアへの恨みが深いとはいえ、倒すときは正々堂々と倒してやるもん。正々堂々。あれ、今うちらってウランジアの仲間になったふりして内側から滅ぼすって作戦取ってる最中やなかったか。あかねちゃん、勘のいいガキは嫌いですよ。交渉戦が始まったらどういう動きをすればいいんだっけ。まずは味方の旧兵と一緒に城壁の上からこちらを狙っている敵の旧兵を削っておきましょう。とはいえ下から上の敵に狙い撃ちするのは基本的に不利なんですけどね。なるほど。それで連度の高い旧兵であるウランジア狙撃兵さんばかりを集めてたんだね。撃て撃て撃て。一人残らず打ち倒せ。そうこうしているうちに味方の工場兵器が敵の城壁にたどり着きます。工場兵器ってどんなのがあるんでしたっけ。2つありまして、1つが味方の歩兵を城壁の上に送り込む階段、工場塔です。これでやっと接近戦に持ち込めるわけですね。突撃城壁に陣取る敵兵どもを引きずり下ろしたれ。もう1つが城壁をぶち破る巨大なハンマー、波状椎です。これで門を壊すことができれば一気に城内になだれ込んで制圧できますね。よし、門が開いたぞ。一気に制圧せよ。ここまで来ると、もともと数で勝っていた攻撃側の勝利は確実ですね。ふはは、私を止めてみせる豪傑はおらんのか。敵さんが撤退していきますね。勝ち時をあげよう。今回の戦績はどんな感じなんや。うちは70人で敵24人を倒していますね。およそ1人当たり 0.35 人を倒している計算です。味方部隊は491人で186人を倒している。1人当たり約 0.38 人ですね。ああ、ゆかりんまたウランジアの貴族どもに負けてんじゃん。ぐぬぬで、あれ、さっき佐藤佐さんが戦績報告していた時と計算方法が違っていませんか。ああ、間違っていましたね。あやつはここの生き残り人数を計算に入れていなかったので、味方部隊が実際より多く敵を倒した計算をしていました。実際のところ味方部隊は1人当たり 1.87 人の敵を倒し、ゆかりさん部隊は1人当たり 2.06 人を倒していたので、ヒロイン降板をする必要は全くないのです。それよりむしろ、間違った情報を流すあやつの方が永久降板すべきなのです。キリタンえらく気合入っているのね。今度はバタニア軍団が833人の兵力でちょっかいをかけてきました。対するゆかちゃんを含むウランジア軍は544人。大丈夫？今すぐ逃げ出して私とお家でニャンニャンする？ニャンニャンってニャンですか？ゆかりさん戦争中ですよ。ちょっと落ち着いてください。お、なんやこの軍団の指揮官トムントがうちらに命令を出してきとるで。まずはゆかりんが味方部隊の全9兵を預かってほんで、ほうほう、守備に徹するぞ、やて。そうですね。戦場において指揮官の命令は絶対です。私たちは9兵を連れて守備に徹するわけないでしょ。バーカ。おお、それでこそゆかりんだぜ。そんな命令違反大丈夫なんですか？命令を破って敵軍にほど近い林に陣取ってみました。こんなに近いと敵の騎兵がやってくるんじゃないですか？なーに、ここは木が多く小高い丘になっているんです。ちょっとやそっとの騎兵じゃ返り討ちは必至ですよ。そうですね。今回の命令違反はむしろ戦術上有利なのではないでしょうか。敵軍を挟んで向こう側に味方の兵たちが見えますよね。ゆかりさん、見事に敵を攻撃できましたね。ふふふ。あとは敵軍と適度な距離を保ちつつ、遠距離からチクチク援護していれば楽勝ですね。おお、もともとの数は敵の方が多かったのに、こっちはほとんど損害を受けずに干渉してんじゃん。さすがは私のゆかちゃん。ご褒美としてお家に帰ったらニャンニャンしてあげるからね。ズン姉様、この戦中ニャンニャンのことしか考えてないですね。にしてもすごいな。こっちの損害はたった40人で、敵
兵829人も倒したんやな。今回の戦で、私の名声がウランジア内に響き渡るんじゃないですか？さすがはゆかりさんです。大胆さと思慮深さを兼ね備えたお方。ツン姉様の伴侶として申し分ないです。その後も甲状戦に参加したり、敵の諸侯を倒したりして着実に力と名声を高めていったクラン、ユズキの女たち。そんな中ユズキに城と領地が与えられるのは、当然のことであった。ウランジア内に自分たちの居場所を確保したユズキは、いよいよ国を内側から滅ぼす作戦に打って出るのだが、それは次回のお話。ついに一国に反旗を翻すユズキたちの命運はいかに。